自分の健康のこととか動物のこととか環境のこととか宗教のこととかっていうバックグラウンドとは私は多分また全く背景が違うので、ただ単に野菜料理を作ってることで人を驚かせたり楽しませることが楽しいから、そこがもう今やってるもうモチベーションの全てになっていて、いわゆるこうビーガンになったことで友達が減っちゃってなんか付き合いにくくなっちゃってとか全く思わないですし、楽しんでやっていればそれでいいと思うんです。B が初耳です。なんでそこまで無理するんやろうなとは思います。好きなものを食べたらいいのになとは思いますけど。A lot of YouTubers have been criticized when they stop being vegan or when it's found out that they were also eating meat like behind the scenes. I feel like it's kind of unfair to put that pressure on somebody. 好きなものを食べて生きていきたいなと思うので我慢してやってるのであればあまりそこまでする必要あるのかなと思いますけど、最近はSNS とかでみんな情報をシェアしたり興味を持つ人はすごい増えてるなと思いますね。 It's a better way of life, it's healthy, it's important I think for everybody because necessarily we do not need to consume meat or dairy. We can actually live off of other alternatives and we can get all of that from actually plants, to be honest. ヴィーガンっていうのは動物福祉動物愛護の精神でやってる人とか欧米の人たちは政治的にあるいは倫理的に正しい食べ方っていうのを追求する人多いですから、そういう流れで生まれてきたヴィーガンが健康にもいい自然環境的にも正しいっていうことで受け入れる実践する人が多くなったんですよ。でそれが日本に入ってくるとファッション性が重視されるわけですね。美容にいいとか健康にいいと、その難しい部分は意外と知られていないで受け入れられてんじゃないのかな。お肉がなくてもこんなに美味しいんだよっていうこととはまた別で、ヴィーガンっていうジャンルの料理を届けることで選択肢の一部を知ってもらう。名前は小池陽子です。ヴィーガンフードクリエイターをしています。サンペダルという名前でイベントや、ケータリングサービスなどを行っています。もちろんヴィーガン料理であること、そのお肉、お魚、卵、乳製品を使わないということと、それに加えて、お砂糖とメープルシロップとか、アガベシロップとかっていうのがあるんですけど、そういった甘味料も一切使わない。あとはその出来合いの調味料とか、化学調味料とか、そういったものを使わずに一からお料理を作ることと、無国籍ないろんな国の調味料と、スパイス、ハーブと、いわゆる日本の伝統の調味料を合わせて作る、フュージョンなヴィーガン料理っていうのが一応料理のコンセプトではありますね。もともと母親の健康志向の影響もあって、オーガニックだったり添加物とかを気にするようになったことから、大学生の頃に、ゆるいベジタリアンっていうのを始めていて、大学卒業後にイギリスに行ったことで、よりオーガニックだったりそういった文化が身近にあったので、それに拍車がかかり、で帰国してから前職のヴィーガンのレストランを見つけて、でそこでヴィーガンっていうものを初めて知ったんですけど、食の可能性をもう少し切り開いて奥深く見たかったっていうのがきっかけになりますかね。
ここのお店は私が、サンペダル始める前に前職で勤めていた、レストランで、私がビーガンっていうワードを知るきっかけになった場所でもありますね。ちょっとこのランチとディナーの間の時間とかよく遊びに来ますね。はい。エイタブリッシュは、ビーガンレストランになります。どんな宗教でもどんな国の人でもどんな人たちでも一緒にテーブルを囲めるレストランっていうのがコンセプトになっています。就職したからといって別にビーガンになろうとは全く思っておらず、自分の言葉でお客さんから聞かれてることに返せないことがすごくもどかしかったので、会社に入って多分1ヶ月2ヶ月くらい経ってビーガンになりました。私が知り合った時は陽子ちゃんはもうビーガンだったんですけど、ちゃんと生活もビーガンにしてその体験をもとにお客様に話しているなっていう印象がすごい強くて、ですごいね、お肌もツルツルだし彼女は、キッチンのメンバーよりも味見とか、もうこれ何作ってるんですか、何やってるんですか、どうやってるんですか、質問もすごく多くて、本当食に対して貪欲だし好きだっていうのが伝わってきます。私にとって、ここの場所は、場所とお店もそうなんですけど、それ以上に一緒に働いてきたやっぱりメンバーがすごく私にとって大事な、あれですね食ってやっぱり人にとってすごく大きなものだと思っていて、それをガラリと変えることで自分の社会に対する考え方だったり人との付き合い方だったり、それがこんなにも大きく変わるっていうのは、ある意味ちょっと世界が反転するようなところはあったので、そこはすごくビーガンになったことで気づいたことでもあるし、面白いことだなって思いますね。これはサラダケールで野良倉さんという長野の無農薬のケールなんですけど、でもケールなんですけど葉が柔らかいのですごい使いやすい。パンペダルとして一応スローガンっていうほど大きいものではないんですけど、It's not only a way of eating, it's a way of living っていう言葉を挙げてるんですけど、直訳すると、これは食べ方ではなく、その生き方の一つであるっていうことになるんですけど、空腹をただ満たすために食べるんではなくって、自分のそのこれからの人生を構築していく上で食って多分すごく大事なものだと思っていて、今一度自分が食べるものをちゃんとこの野菜を作ってる農家さんがいてとか背景をきちんと考えてほしいなと思って、そういうスローガンを挙げています。大学を卒業して、イギリスに留学をし始めた時に、一緒に住んでいた方が、イラン人とスペイン人のハーフの方で、もともと料理をお仕事にされている人だったので、その方からその中東のスパイスの使い方だったりイラン料理のベーシックなものとか一通り作ってくださったりしたので、そこでのやっぱり滞在と、イギリスでやっぱりいろんな国の料理を食べたりしてきたことはすごく今の自分の料理のルーツにつながってるかなって思います。私はそのビーガンをやってることを、楽しんでやっているし、誰からも強制されていないし、自分が食べたいものを選んでいく中で、今ビーガンをやってるんですけど、ビーガン料理を作っていることが何より楽しくて、豆と野菜と穀物を工夫して、それでお客さんが美味しい、なんだこれみたいになった時がもう震え上がるぐらいすごい感動するんですよ。嬉しいし。今は明日の、ファッションの、ルックの撮影のケータリングのご依頼を、いただいて、現場にお届けするご飯を作っているんですけど、今日の買い出しから
皆さんの顔を思い浮かべながらどんなものがいいかなっていうのを常に考えて作ってますね。もうちょっと甘みがあった方がいいか。でこれで、一晩なり二晩なり置きます。無農薬のレンコンを、軽く茹でて、ビーツだったり、ターメリックだったり、色をつけてトッピングで使います。ビーガン料理ってやっぱりどうしても食べたことない人からするとサラダと豆と米でしょみたいなところがやっぱあるので、それをどう払拭するかって思った時に野菜の美しい色合いだったり、そういうその植物の本来のものの色味を出すことで一番魅力を伝える一つになるかなっていう。いつも盛り付けはその場で即興で決めているので、今日はすごくいい感じになったんじゃないかなと思います。光の当たり具合、めっちゃ綺麗ですね。もういい。よいしょ。で、とりあえずこれで OK です。最近は自転車より車の頻度が多くて、ちょっと3ペダルがペダルじゃなくなりつつあります。いつも通りこうやって。ありがとう。すごい美味しそう。前回と変えて嬉しい。飲食店だと基本自分がこの店に行きたいって言って来店して自分の意思で行ってるんですけど、ケータリングってもともと求めていないものが料理として出てくるので、そこでやっぱり何か感じてもらわないといけない。なのでやっぱり見た目を華やかにしたり、ちょっと見慣れない野菜を使うことでこれビーガンなんだ、すごいなみたいな、何か発見がなんかあればいいなと思って普段作って届けていますね。この撮影がやっぱすごい重要な仕事で、やっぱりその時ってどうしても外国人のモデルの子が多いので、割と自分にとってはすごいビーガンっていうのはすごいちょっと身近なところで需要が高まってるというよりは割ともう普通のことというか。ファッション業界の人たちはその美意識が高いっていうことで、やっぱ食に対する意識も多分高いじゃないかと思うんですけれども、ビーガンだからとかそういうことじゃなくて、食べて美味しくて体が喜ぶものを食べるっていう意味では、その陽子さんの料理はその日本っていうか多分世界って言ってもいいかもしれません。ビーガンの概念を変えるほどのエネルギーがあるんじゃないかと私は信じてます。撮影の現場でビーガンとか全く興味のないような人たちもう結構普通食べ応えないみたいな感じになるんですけど、かなりみんな美味しいって言ってるのは結構見て、なんかもうこういうのが主流になっていくのかなっていう気はしてましたけどね。ビーガンっていうとお肉を食べないとかすごいストイックなイメージがあったんですけど、
でもなんかこう陽子さんの料理を食べて味も楽しめるし、いろんなバリエーションもあるし、そういう意味で、その新しいビーガンの世界をこう開いてくれたっていう感じですかね。はい。ああやってなんか私の昼ご飯でエネルギーチャージしてもらって、午後の撮影も頑張ろうっていう雰囲気になっている姿を見ると、ああ頑張ってよかったなって、作ってよかったなってすごい思いますね。ビーガンであることでビーガンの中のコミュニティにしかいられないと、狭い世界でずっと生きていくことになるし、社会性としても逸脱されちゃうし、なんかちゃんと自分の意思が伝えられて、それ以外の人もビーガンをちゃんと理解していられる感じになればいいなって思った時に、なんか私はもうちょっとこう開けた形でいたいなと思って、世の中にこういう菜食主義の人がいる、でもそれは一つの個性であって変なコミュニティでも何でもないんだよっていうことを伝えたいので、私の食事を実際求めていない大半の人が食べることで知ってもらうきっかけになり、何かを感じてもらえる。